を大切にしよう。モーターボートの収益金は防犯防火のために役立っています。どうも皆さんお元気でございましょうか。どうもモード名古屋モード学園東京支社西巣鴨店、私がドグマ風見です。おときよろしくお願いします。失礼いたしました。巨大音から始まっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。珍味ボンボンでございましょうか。いかがでしょうか。すごいですね、世の中今ね。何にもすごくないですねいやね、世の中の動向、こういうとこオープニングでパッパッと話して大変ですねなんてこと言いたいですけど、まあやっぱりね、どうでしょう、一平ちゃん28億ぐらいしか僕もネタがないですね。やっぱね、いかがですか皆さん。すごいね、スマホのガチャみたいなもんで欲しい SSR ピックアップ 0.5% やったら 0.5 なら出るじゃんみたいな感じで、もうクレジットカード払いやから、まああんまり実際のお金の感覚ないでしょうね。ババババババッと払っていくと、まあええやろっつって、その月の終わりにとんでもない請求が来て、そこでハッと気づくみたいな、まあ、そういうことなんでしょうね、きっとね。さあそれではどうでもいい話してしまいましたけども、本日はただの雑談ザパサザンバザパラバジバラサペテ。今日はですね、うちのチャンネルのメインコンテンツレトロゲーム、この2024年の今どういうニュースが渦巻いとるかと、息巻いとるかということで、レトロゲームニュース雑談やってまいりたいと思います。はい、レトロゲームにニュースなどないといえばそれまでなんですけどね。レトロゲームっていうのは、まあ今から20年30年前のゲームを指しますけれども、はい、意外とね、まあ、皆さんご存知かと思いますけど、レトロゲームっていうのはまあ、数年前に出たファミコンミニを皮切りにいろいろニュース出ておりますから、皆さんと共にですね、ちょっとニュースを見ていこうかなと、はい、思います。ちなみにこれはドグマ風見が独自で調べたものでは一切ないです。だいたいね、ヤフーニュースかマグノミスク、ね、みたいな、なんかそういう合ってることか知りませんけど、ニュースサイトのやつを勝手にキャプチャーして、ああでもないこうでもないっていうだけですそれはそうですよ。そんなもん自分でそのネットで調べる以外ないですもん。昔は調べ物があったらね、インターネットなんかなかった時代はカルコスっていう名前の本屋にね、いろいろ調べに行ったもんですよ。懐かしいですね。山下まりちゃんと付き合っとる時は旅行行くっつったらカルコス行ってね、ほいでルルブ東海ウォーカー調べていろいろ行ったもんですけどね。まりちゃん元気かな。さあということで調べてまいりましょう。レトロゲームと Google でレトロゲームと検索するとですね、このようにズキャッズキャッといろいろ出てきますね。まあ、何個か見てますけどね、まあ、この辺りちょっと気になるニュースを皆さんで、レトロゲーマーたち、今日の視聴者のクソジジイ、私を含めクソジジイで盛り上がってまいりましょう。行きましょう。これすごいですね。ぷよぷよのカードリッジバージョン、コンシューマー版プロジェクトエッグにて本日より配信。これカードリッジ版なんてあったんだ。カードリッジバージョンぷよぷよってディスクシステムで出たのは知ってますけどね、有名なのはもちろんメガドライブでは有名ですけど、カードリッジバージョンってファミコンのカードリッジってことなのかな。
ちょっとこれクリッとしてみましょうか。スキャットねこれ、はい、よいしょ。ぷよぷよカードリッジバージョンコンシューマー版、すごいねこれ。ぷよぷよ人型じゃん。はい、すごいね。ぷよぷよカードリッジバージョンって書いてあるんで、カードリッジなんてあったのかな。あったけどこう発売されずにディスク版だけだったんですかね、コンシューマー版。はあ、まあこういうごめんなさいモードがあるっていうだけの話かもしれないですけど、人型だって。だから人をこうやって色で分けてくっついたら消去していくという残虐なゲームですよ。今コメントにありますけどね、そうですね、マッスルドッキングするみたいなね、超人たちがカペラリア光線でこれね消えていくみたいな、そういうノリなんでしょうかね。すごいですね。プロジェクトエッグさん、レトロゲーム関係の復刻配信ビジネスを行っている株式会社 D4 さんエンタープライズさんが、配信サービスプロジェクトエッグにて、ぷよぷよカードリッジバージョンコンシューマー版のリリースを開始した。かたくなにやっぱファミコンって言わないあたりが何のカードリッジなのかなと思いますけどね。でもやっぱ通常のぷよぷよバージョンとこの人型バージョンがあるみたいですね。はい、これはちょっと面白そうだね。ね、カードリッジバージョン分かりました。じゃあ一回買ってドグナまでやりましょうか。また僕はぷよぷよはそんなに得意じゃないですからね。メガドライブ版のぷよぷよがまあ当時話題だったんで買って、うちの兄正行と対戦してたんですけど、兄正行がいまいちルールを把握する前に対戦してたんで連戦連勝。そして、兄正行に対して下手やなとかルール分かってんのちょっと覚えた方がいいんじゃないと煽りに煽って兄正行のストレスをですね、散々煽った結果、兄貴はメガドライブのコントローラーを窓の外から放り投げたっていうことありましたからね。でね、その D1 さんすごい、兄 D1 すごいのはメガドライブのコントローラー窓から放り投げた後ですね、悔しかったんでそこからですね3ヶ月にわたるぷよぷよ修行をですね、修行の旅、コントローラーとカセットをこう片手にですね修行の旅に出たみたいですよ、岐阜市内を。でさすらいのぷよぷよラーとしてですねぷよぷよラーってどうか知らんけど、さすらいの旅に出てさまざまな猛者と戦ってですね、3ヶ月後にドグマ風見、また家庭内対決した時にですね、10-0で敗れ去ったことを僕は忘れておりません。やっぱね、人間って強くなるんですね。ドグマ風見にボコられた男がですね3ヶ月のやっぱさすらいの旅をした挙句プロになって帰ってきたんですね。もうぷよぷよならぬプロプロでしたからね。はい、これだからこのカードリッジバージョンでまたドグマ風見で、そして兄 D1 の兄弟対決いずれ企画でやりたいと思います。はい、ということでぷよぷよのニュースでした。はい、これなかなか面白いニュースですね。はい、次、昭和生まれが若者に勧めたい令和でも絶対楽しめるレトロゲーム3選、マグミクスさん。これクリックしてますけど行きましょうか。これどうやおめえこれ。まあでもドグちゃんが勧めるものと皆さんが勧めるものはちょっと違うかもしれませんからね。マグミクスさん、令和にも審査の引けを取らない。これドラキュラですか、やはり。グマ城ドラキュラ、まあで、なるほどね。星のカービィスーパーデラックス、2本目、ポケモン、ドラゴンクエストモンスターズ。まあこれ別にマグミクスさんの記事にケチつけるつもりないですけど、これ3本やっぱ全然違いますね。もちろんこの3本が悪いとは言いませんけどね、やっぱりちょっとこれは
なんていうかな、王道すぎるですよね。やっぱりこれはもうちょっとやっぱこのゲームに詳しいドグマ風見にも聞いていただきたかったっていうのはありますね。はい、まあ、ドグちゃんだったら1本目、確実に、おすすめするのが、まあ、コメントに今出てることか知りませんけども、やはりドラゴンズレア、これファミコン版ですね。このドラゴンズレアファミコン版をやって、まずは世の中うまくいかないよと、ストレスに対する忍耐力、これをつけていただきたいですね。やっぱりそりゃそうですよ。そんなのそんなね簡単にやっぱりねゲームは最近はできないといけないなんていう、そういう若者のねしょうもない少年の腐った根性をね叩き直したらなあかんのですよ。ドラゴンズレアが1本目ですね。はい、そして2本目がおすすめするのがやはりシャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件。これで、やはり、ヨーロッパイギリス、これは町の住民が危険だというね、これは世界中安全なところはないんだということをね学んでほしいですね。そりゃそうですよ。それもね伯爵の令嬢が誘拐されたんで、ホームズが頑張ってその事件を謎解きにですね、ロンドンまたはイギリスを闊歩するんですけども、基本的に町の住人がステッキで殴る、さらには住民が蹴り飛ばしてくるという、それをホームズがジャンプキックで応戦する、こういう世界観をやっぱり分かっていただきたいですね。はい、全然楽しめない、失礼な、何言ってるんですか。そして最後におすすめするのはやはり、キョロちゃんランド、決まりましたね。このキョロちゃんランドで、やはり森永さんのキョロちゃんとは実はこういう世界観なんだというね、実際のキャラクターものとゲームの中一切違いますよ、大人の世界はこういう世界なんだ、こういうのを学んでいただきたいですね。はい、まあ時点でお化けの Q 太郎ワンワンパニック、さらにはまあそういうの実際の世界は違うよという意味でいくと最も危ないデカ、はい、さらにアーケードとファミコンの全くの違い、フレームレートの低さ、つんざく高音、さらにはスタートボタンを押した時のあとドゥリッドゥリッっていう音で、著しくプレイヤーの気分を害する、これ魔界村、この辺りやっぱ進めてほしかったですね。これはまあ視聴者の皆様もね分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。はい、ちなみに僕が出したのはクソゲーばっかりです。さあそれではこれなかなか最近こういう記事多いな、多いっていうか俺がレトロゲームの記事を見るから次々出てくるのかもしれないね、もしかしたらね。暑いわ。一緒で冷房かけた。はい、ということでこんな感じで、今日レトロゲームのニュースをみんなで、見ていきます。はい、本日も YouTube ライブ、ニコニコ生放送でお届けしていきます。皆さんグッドマークチャンネル登録お願いいたします。どうですか皆さん。はいね、意味ありげになりますけどもね、これは。はい、T シャツも発売中でございますので、ぜひよろしくお願いいたします。では続いていきましょうか。何いきますかね。レトロゲームで遊べるエミュレーター、ついにジョイスティックつきました。こういうのもある。ギズモードさん。ギズモードさんなんかはこういうガジェットをね紹介されたりするので、レトロゲームの互換機のニュースなんか結構出てますけどね。はい、あ、サンソフト80年代の3作品を収録したサンソフト is back レトロゲームセレクション4月18日発売。これいいじゃないですか。レトロゲーム is back いいですね。あれ来ました。これはだから何と何でしょうね。これリップルアイランドとマドゥーラの翼と東海道53次じゃないですか。来ましたね。これリップルアイランドマドゥーラの翼、これ名作ですね。はい、
いいですよ。いやリップルアイランドマドゥーラの翼いいですね。はい、いいですよね。素晴らしいですね。リップルアイランドも本当にこのなんていうんですか、動物たちと一緒にね冒険をするというゲーム。マドゥーラの翼素晴らしいこのファンタジーアドベンチャー。女の子がこのビキニアーマー、ビキニアーマーっていうかどうか分かんない鎧ですけど、これをね駆使しながらやっていく。有野さんのゲームセンター CX でもねやられてましたからね、素晴らしいですね。この2作他がこれセットになると素晴らしいですね、これね。これいいです。これ僕知らなかったですけど情報来ましたよ。これを作るために600万円のクラウドファンディングを募集したら2100万円も集まった。すごい。そうですか。はい。すごいですね。っていうか東海道53次もリップルアイランドも当然マドゥーラの翼もアーカイブ化されてなかったってことだよね、3本とも。だからこういうのでキックスターターやられるっていうことで、クラウドファンディングやられるってことで600万円のところ2100万円集まったってこと。そうなんだ。スイッチオンラインとかああいうのでも出てなかったんですね。でもファンの方が多いっていうのはいいことですね。僕も三層音さんもちろんお仕事もさせてもらったことありますし、名古屋のメーカーですからね。でも何でしょう、特にリップルアイランドなんかはうちのチャンネルでやったことないですけどね。マドゥーラの翼東海道53次はソフトが持ってるからかな。クラウドファンディングやるんだっていう、正直そういう感じですね。なんていうんですか、僕結構馴染みがあるので、出てなかったんだっていう感じですよね。いいですね。ただこれ、マドゥーラの翼僕相当結構好きですけど、東海道53次みんな好きなんや。でもみんな持ってたよね。テッテリリ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 テッテリ。リップルアイランド今プレミアついてます。そうなんだ。でも普通みんながファミリーコンピューターやソフトを持ってると思ったら大間違いで持ってないもんね。だからこうやってアーカイブで途中セーブがついてっていう方がいいですもんね。ポリメガ買う、レトロフリーク買うって言ったって値段結構するわけですし、これはアーカイブでちゃんとこうやってメーカーさんが出た方が遊びやすいもんね。なるほど、いいですね。でリップルアイランドはちょっとやれたらいいなと思いますね、こうやって出るのであればね。ちなみにマドゥーラの翼は改めてうちのチャンネルでクリアまでやろうという企画があります。まだちょっとやりましょう。ぜひ皆さん気になる方はやってみてください。ちなみに東海道53次ですけども、これ本当に良かったですね。セーブ機能や巻き戻しが追加されてるっていうことで、これほぼ実機でやるとクリア不可能って言われてますからね。不可能っていうとちょっと語弊がありますけどこれうちの友達でも誰一人クリアできなかったですからね。これは途中セーブついたのでかいですよ。むちゃくちゃ難しい。近藤正明君の家に集まってお泊まり会で朝までやったことありますけどね。途中で近藤君が東海道なんでずっと江戸まで行くんですけどね、江戸の近くまで奇跡的にワープ使って行ったんですけど、鷹を投げてくる鷹匠みたいなのがいるんですよ。鷹匠が2体同時に出るみたいなとこがあって、そこ突破できずにゲームオーバーになった瞬間に近藤君鼻血出したことありましたからね。なんか連続で出るとかあるんですよ確か。近藤君鼻血出ましたから相当なストレスがかかったんでしょうね。
これ懐かしのタイトルですけども、途中セーブありではクリアしたことあるので、またいつか東海道53次も実機で挑戦しましょうか。頑張って僕やりますけど、やったら僕も鼻血出るかもしれませんということで明日発売だそうでございますので、サンソフトイズバックレトロゲームセレクション、ぜひ興味ある方チェックしてみてください。さあ続いていきましょう。いろいろありますね。で今日皆さんレトロゲーム見てきますけど、皆さんのコメント読みタイムもまた後で設けてきますので、はい、またコメントの方もよろしくお願いいたします。さあ、海外事情で高騰が止まらない名作から名作までレトロゲーム天国で再開した懐かしのファミコンソフト、これ行ってみましょうか。レトロゲーム天国、はい、スーパーポテトさんでこれは見つけたってやつですね。もちろん僕の配信見ていただいている皆さん、今日初めて見た方もお見えになるかもしれませんけど、レトロゲームはほんと高いっていうのはもう今の常識みたいになってますね。はい、スーパーポテト、秋葉店さん、いいですね。秋葉店、池袋店、よくも僕も行きますけども、でもこの、モノマックスウェブさんの記事ですけどもね、ファミスター、なるほど、これいいですね。ドルアーガーのと懐かしのソフト、スターフォースいいですね。さんまの名探偵、なるほどね。ここまで来るとそうですね。ここまで見ると、とりあえずは今名作、名前の名の方の名作ですね。アトランティスの謎、いいですね。チャレンジャー、少しこうきな臭くなってきましたね。はい、チャレンジャーアトランティスの謎、もうドラゴンクエスト名作中の名作、いいですね。中山のときめきハイスクール近づいてきましたよ。皆さん終わりかい。やはりね、これしょうがないですね。これやっぱ一般の方にお届けするっていうのは中山美穂のときめきハイスクールぐらいでとどめておかないと、これやっぱりね、それ以上は無理です。田代正史のプリンセスがいっぱい、ここまでいけないんですね、世の中は。マーシーのプリーパ、せいぜい言ってもたけしの挑戦状まででしょう。やはりこれはちょっとね、ドグマ風見ほかここのリスナーさんたちはね、やっぱマニアックになりすぎとるこう嫌いがありますからね。これマニアックになりすぎとるね。これはあなたたちは。一般の方々は中山美穂がゲームになってたの、ミボリンがってなりますから。ちなみにミボリンはお坊ちゃまくんに出てきた太ったキャラクターの方ですけどね。はい、あと心配ダーマンとかいろいろありましたけど、なおといいですけど。なるほど。でもさっきのサンソフトさんの話もありましたけど、アトランティスの謎なんかやっぱ入ってくるんですね。いいですね。はい。さあ続いていきましょう。こんなもんでしょう。こんなもんでしょうって上から目線ですけど。何これ。レトロゲームイベント、レトロゲームサミット第2回やって。何やこれ。これおめえちょっとドグちゃん呼ばれとらんぞおめえこれ。これうまいことキャプチャーできんな。サイトによってちょっと変えないといけないんでごめんね。はい、こんなもんかな。レトロゲームサミット実行委員会3月23日、これもう終わってんじゃん。終わってますね。知らないなこんなの。ステージ MC の方々、これクリエイターの方々かな。名前ちょっとお見かけしたことあるな。レトロゲームやられた。これすごいじゃん。ステージ MC 小城雄三さんじゃないですか。これすごいいいっすでおなじみ。こんなのやってるんだ。大変失礼ながら知らなかった。通称レゲット第1回が23年の11月23日に、開催されたと。
な。同人誌及びファンメイドの即売会コスプレイベント、いろいろやってるんですね。あ、やっぱそうですよねこれ。抜群エスプレイドの井上さんとかね、ソニックの大島さんほか、でも結構有名な方ばっかりですね。ワルキューレの伝説、ドラーガの塔、皆さん、そして、ハリーさんと小城雄三さん、ハリーさんという読み方でいいかな。これね、合ってるんですね。かからんな声は。続いてのニュースに行きたいと思います。まあでもこういうのはアピールをしていかなあかんね。こういうのを今知ったわけですから、また次回もね大盛況で幕を閉じたって書いてありますから、こういうのはやっぱ第3回4回でアピールをしていかなあかんね。そうですそうです。やはりこの田代正史のプリンセスがいっぱい系、実況者としてやっていきましょう。田代正史のプリンセスがいっぱい系実況者は絶対に呼ばれんでしょうもう。はい、これありますね。1台来ました。レトロフリーク再入荷分来ましたよ。レトフリ買いたかった方、これいいんじゃないですか。はい、レトロフリーク再入荷、まあ円安で値段上がってますけどね、3月下旬、発売、コントローラーセットが25,300円。これはもう本当にね、ポリメガがレトロフリークで決定ですから、もう買っといた方がいい。持ってない人はもうね、持ってない人はね買うといた方がいいですよ。まあ高いって言われりゃ高いんですけども、まあレトロフリークが一番便利に遊べますからね。そうなんですよね。はい、まあこれだけ遊べますよ。ゲームボーイアドバンス、カラー、ゲームボーイ、スーパーファミコン、さらに海外のスーパーファミコン SNES でファミコン、NES も変換器使えばいけます。でメガドライブ、海外版のジェネシス、PC エンジンのヒューカード、さらに、スーパーグラフィックス、あとターボグラフィックス16という海外の PC エンジンのヒューカードもいけると。ディスクメディアはいけないんですけどもね、この辺りバッチリいけますから。でもディスクメディアはまあ実況揃えるなり、僕配信してますけど、ポリメガに任せるなり、ありますけど、基本的にレトロフリークでも大多数のゲーム遊べますからね。本当にレトロフリークいいと思います。良いと思います。はい、まだね持ってない方もお見えになるかと思いますけど、さっきも言いましたけど、どのゲームでもレトロフリークの機能で途中セーブができるというのがありますので、はい、レトロフリークで途中セーブができる。さらには、はい、3倍速と4倍速だったかな、もできますし、あとですね、このコントローラーアダプタセットっていうのが、ごめんなさい、セット内容がちょっと詳しく僕は分かりませんけど、このアダプターを多分セットで買うと、実機のコントローラーも使えるように確かなるはずなので、スーパーファミコンとかファミコンとかね、メガドライブとか確か使えたはずなので、はい、これを買われればいいと思います。もちろん付属の、マルチコントローラーも一つついていると思いますので、はい、実機のコントローラーがやりたい方はコントローラーアダプタセットの方お勧めいたします。これはね、持ってない人買った方がいいですよ。ああいうさっきのサンソフトさんが出されてましたけど、なかなかやりたいゲームが全部アーカイブ化されてるかといえばそういうわけでもなかったりするのでね。そうなんですよ。はい、あとそうコメント今もらいましたけど、電池切れした例えばファミコンのドラクエ3とかもレトロフリークの方に保存できたりするので、はい、そういうカセットの電池が心配なんていう人もね
いいと思います。まあステートセーブしちゃえばカセットの中に保存する必要もなくなるんですけどね。はい。こちらぜひぜひ皆さん、僕はサイバーガジェットとか回し物でも何でもないですけど、こちらもチェックしてみてください。という感じの、どうですか？なんかレトロゲームのニュースをさらうっていうのは新しいんやけどさ、どう？楽しい？なんか違う。君らがなんか乗ってない感じがして嫌。もっとドグちゃんの方見てほしい。もっとドグちゃんを見てほしい。もっとこうグイグイ来てほしい。めんどくさいよね本当に。まあなのでレトロフリークはね、それにねつながった部分でこれやりたかったんですよ。こっちこっちこれ見て。今みんなに刺激を与えてみたわ。これです。これ8割の客がインバウンド客。外国人が日本のレトロゲーム熱狂、なぜ？これですよ。これですよ。この記事間違えた。懐かしいゲームはレトロゲーム、通称レゲエとも言われる。日本国民がコンピューターゲームで遊ぶようになってから20年以上が経ったであろう令和の今高校生たちが11年発売の任天堂 3DS のゲームをレトロゲームとして楽しんでいる。 3DS がもうレトロゲームですよ。秋葉原のレトロゲームショップに行けば一目瞭然。客の8割いや9割が外国人と言っても過言ではないのである。バスバルさんありがとう。この200円でレトロゲーム買います。200円じゃ買えません。ありがとう。足しにします。もうねちょっといいんですよ、外国の方が買うっていうのは別に問題ない。別に買っちゃいけないってことじゃないですけどもね。ヒップホップが似合いそうなおしゃれな黒人2人がレゲエショップ楽しげに、トークをしていたので耳を傾けてみると、ファイナルファンタジーシリーズについて盛り上がっている。へえ、それぞれイギリスとアメリカからこの店にやってきて店内で意気投合。はあ、なるほどね。これね、で彼らの多くが海外で NES 任天堂エンターテインメントシステムと呼ばれていた任天堂のファミリーコンピューター、あるいは、SNES スーパーニンテンドーエンターテインメントシステム、スーパーファミコン、ジェネシス、メガドライブ、SNK のネオジオといった昭和平成、前期頃のレトロゲーム。これねやっぱね日本で買うと、円安もあって安く買えるっていうのと、あと日本でしか出てないファミコンのゲームってね結構あるんですよ。やっぱ日本で出たゲームって必ず海外でも出てるかって言えばそうではなくて、日本でしか出てない、コナミワイワイワールドとかもそうなんですけど、逆に海外でしか出てないソフトもいっぱいあるんですけど、やっぱね外国の方々はね日本でできたゲームっていうのをすごくね好まれてて、そういうのをね探りに来てねガッサーとかってガッサーと持って帰る。さらに言ったらファミリーコンピューターディスクシステムなんかは日本でしか出てないんですよね。あれでディスクシステムなんかガッサーと買ってきてガッサーと買って帰るっていうのはあるみたいですよ。そうそう、コメントだとファイナルファンタジーも確かね1作目が日本とアメリカでファイナルファンタジー1が出て、日本でいうファイナルファンタジーの2と3、2と3が海外で出なかったんですよね。でファイナルファンタジー4、スーパーファミコンのファイナルファンタジー4が海外では確か FF2 として出てたんじゃなかったかな。ちょっと間違ってたらあれですけど、なんで FF の2と3は日本でしかやれなかったりするので、そういうのをねお土産に持ってガッサーとかってね持って帰る人もおるそうですよ。こ
まあだからこのなんでしょうね、嬉しいことなんですけどね。いやまあピクセルリマスターもあるんですけど、実機でやりたいっていうのはやっぱあるんでしょうね。はい、これでまあ僕の聞いた話なんですけど、海外のバイヤーの方も来てガッサーと買っていって向こうでテントバイをするというそういうのもあるらしいですよ。海外アメリカやヨーロッパでテントバイをするガッサーというのもあるんですって。まあいいんだか悪いんだか知りませんけどね、まあ商売になるでしょうね、そういうのはね。はい、まあ見て、うちのお客さん半分、本当にね半分ぐらい外国から来た方ですねっておっしゃってるみたいに、僕もスーパーポテト池袋店よく行くって言ってましたけど、大体月に1回ぐらい行ってましたけど、絶対に平日の昼行っても2組か3組は、まあ、そんなに広くない店内に必ずいましたからね。まあ結構外国の方多いなっていうのは本当に印象強かったですね。ヨーロッパの方かアメリカの方か、あとアジアの方も多分いると思いますけど、まあ、アジアの方はね日本人の可能性ありますけど、でも外国の方だろうなっていう方がすごいね、カップルとかで来てたりとか本当に多いですね、やっぱりね。やっぱ日本の文化の古いものが昭和平成初期、さっき出てましたけどね、ああいうのが大好きだ。でもまあ向こうではなかったっていうものを日本に旅行に来た時に買うっていうのは多いみたいですよ。で旅行に来た時買うだけならいざ知らず、買いに来るのを目的としてる人も最近多いらしいです。でまあいいんですけど、ちょっとまあとりあえず外国人の人ドグチューブ見てとりあえずドグチューブ見てもらっていいかな。買うのいいけども、これはね困った人ですね、これ困ったもんですねこれ。そうです、まあしょうがないですけどね、別に日本人だけのものだとも思わないですけど、ただ国外に出て行ってしまうと日本から在庫がなくなるので、まあ、相対的に数が減ると値段が上がるっていうのがこれからもどんどん繰り広げられていくので、皆さんレトロゲームは絶対に安くならないです。高くなる一方です。なんでさみんなが喜ぶさクソみてえなつまらんクソゲーさチュッチュってやって笑いを取ろうと思ってちょっと値段見たらさ、なんでクソみてえなゲームほどおめえ1万も2万も3万もついとるやんってアホたけもうね、いや別にしょうがないですよ、需要と供給のバランスなんで、世の中の流通なんてそんなもんですから分かりますけど、なんでこんなしょうもねえゲーム高いねんって思うよね昔おめえ俺中3ぐらいの時にファミコンソフト3本で100円とかで買っとったわ、アホ。もうなんだ1本1万円とかもうありえないよね、本当に悲しいよね。しまったな、あの時全部買っときゃよかったよねってみんな思ってるよね。いや当時ね、俺が中3高1ぐらいの時なんて一番ねファミコンが捨てねえな時代だったんですよね。時代がファミコンからスーパーファミコン、スーパーファミコンからプレイステーション、セガサターン64に変わったぐらいの時代ってファミコンソフトの中古が値崩れが一番ひどかったんで、むちゃくちゃ安い時代あったんですよね。そっから10年間ぐらい安かったかな。あった1本100円とか1本10円とか売ってたよね。あの時買っときゃよかったねみんなね。そんなに高くなるなんて思わなかったよね。
あの時ファミコンソフト全種類買っときゃよかったな。で全種類買っといて、ほいでまたそれ転売してね、芸人の F さんみたいに転売するなって言われたりしてね、これ危ない。まあまあまあ、転売というのは嫌がられますけど、まあ、法律違反ではないというところもありますから、これは難しいところですね、これは。はい、なんでまあこれは致し方ない部分ですけど、まあやっていきましょう、なんとかね。でもこれいいですね。海外のゲーマーが日本のレゲエに惹かれる理由、なんででしょうね。80、90年代のデザインが光っているというのと、世界が今、ごめんなさい、ゲップ出ちゃった、閉塞感でいっぱいですから、元気だった時代、そこにある青春の思い出のようなものが時間を超えて人の心をつかむんでしょうか。これ別にさ、海外のゲーマーだからこうじゃなくて、日本人の俺らもそうだもんね。だって我々がそうなんだもん。だから外国の方も同じ思いっちゅうことなんやね。わかる。別に今の時代が元気がないとも言っちゃいけないと思うし、今の時代もまあ我々、若者、あえて言います、我々、若者が元気にしてかなあかんちゅうのはあると思いますけれども、でもやっぱ80年代90年代僕が一番好きだった時代、この時代輝いていたよ、お金があって輝いてたな、日本が元気あったな、もっと言いましょう、日本がチンボピンピンやったなっていう思いはみんなあるんでしょうね。みんなで行きましょう。立ち上がれ日本。でも立ち上がれ日本という政党の政治家がジジイばっかで、そいつらがそもそも立たない .com。 さあ行きましょう今日元気いいですね。休みましたからね。立ち上がれ日本って、お前らが立たねえだろバカ野郎っつってお前らが立たないじゃないかっつって、お前らが立たんもん若者に立ち上がれって強要するんじゃないっつって、やめなさい、バイアグラがある。こういうくだらねえ話本当面白いね。ありがとうございます。ユンキーさんやりました。メンバー1人入ってもらったんで、これでレトロゲーム足しにできます。ありがとう。ありがとうございます。今日2回目のスーパーチャットメンバーシップですよ。これは嬉しいですよ。うちのねチャンネルで不思議なんですよ。どうでもいいクソみたいな俺の雑談をするとみんなねスパチャ結構投げてくれるんですけど、こうやってね真面目にニュースを見たりゲームをすると一切スパチャが飛ばないというね、これ不思議な現象なんですねこれ。なんでこれスーパーチャットでもしねやっていこうとしたら一生雑談しとる方がいいかもしれないですね。難しいですねこれね。どっちがいいのかっていうのはありますけど、まあゲーム実況者なんでギリギリゲームはやっていきましょう。はい、ということで、これは結構な我々話題でしたね。ごめんなさい真っ黒だった。結構な話題でございましたね。みんなも真剣に見てるから、そうか、真剣に見てるからコメントができないですね。コメントができる、皆さんがコメントができるイコールドグちゃんの話がつまらんからコメントで埋めてやる、そういうことか。嘘つきやがっておめえらアホ、嘘つきやがっておめえら。さあ続いていきましょう。ファミコン救出大作戦、レトロゲームはテレビに移すのは難しい、実家に放置した100本以上のソフトで息子と。こういうのはでも普段ファミコンやらない人は面白いだろうね。どうやってこのさ初代のファミコン引っ張り出してきてやるかみたいなの楽しいもんね。ね。でももう俺なんてレトロゲームの配信やっとるからテレビに映すのが難しいって言われると難しないわっていう心の中で反論して記事見えへんもんお前そんな RF スイッチ持ってきてビデオデッキ持ってきてビデオデッキからコンポジットの黄白赤を
それを業務用のアップコンバーターにつないで、そこから HDMI を出して HDMI をモニターでキャプチャーボードにつなげばいいってすぐ分かりますからね。はい、だいたい予算が20万あればできますよってすぐ分かります。簡単ですよ、そんなもんは。余裕ですよ。だそれをねやっぱ思っちゃうんで、僕は別にいいかなと思うんですけど、皆さんファミコンつなぎたいっていう人もいると思うんで、これでも面白そうな記事だね。石田さんという方の記事いいですね。ファミコンで息子と遊ぶ40年越しの夢を叶える時が来た。おいくつの人なんやろうね、この石田さん。ファミコンが我が家にやってきたのは発売日の7月15日。新しいもの好きの親父は。この人の記事面白そうだね。はい。軍内で手に入れた。何々軍なのかな。都内ではなく軍内。軍とは、なるほど。息子へのプレゼントが本人が遊ぶためで、当時6歳だった筆者。俺より年上ですね。面白いね。全部読むとあれなんで。一部分抜粋させてもらいますけど、どうやってつないだんだろう。そうなんですよね。これがねコンポジットっていう、AV ケーブルってやつですね。はい。正確に言うとコンポジットっていうのはこの3本を指すわけではないんですけども、黄色が映像、白赤で音声の LR が出るというようなものなんですけど、今はほとんどテレビは、HDMI あっても、D 端子 D4 端子ぐらいかな。 D4 端子あるテレビもないかな。で高いテレビ買うといまだにコンポジットのね挿すところがあるので、いいテレビ買うとこのまま、ニューファミコンなんかだったらこれでやれるんですけどね。ただこっちの戦術になるみたいに最初の初代ファミコンはこれじゃないんですよね。勘違いされてらっしゃる方もお見えになると思いますけど、 RF スイッチというテレビの同軸にくっつける白色のタイプのスイッチがいるので、それで同軸の線をですねカッターで切って中のこの透明なプラスチックのさらに中に埋まっている導線をむき出しにして、あれをこうフック船長の左手型にして、それでこうネジをキュッキュッキュッと締めて、それで接触をしっかり確認をして、さらにそれをテレビ側につなげなきゃいけないというね。それ懐かしいですね。子供がやるとねカッターで指切ったりとかね、うまくプラスチックの中にある導線を出せないかったりするんですよね。アンテナ線あれこれするっていうのは、初代の白 PC エンジンもそのタイプでしたけどもね、後のコアグラフィックスになってからコンポジットに変わりましたけども、それをねやらなきゃいけないのはねちょっとやや大変ですかね、やっぱりね。これは結局やれなね、ここあります RF スイッチというやつなんですけどもね、これ結局やれなかったということですね、現在のテレビで。やれないのでどうしたのかなということで、皆さん結局レトロフリークおい記事に文句言うのあれやけど、石田さん頑張ってこれつなぐって話じゃないのもう結局レトロフリーク買っとるやんか。いやいいんですけどね、いいですけど頑張ってつなぐんじゃないの。何よもうしょうがないか、そういうことか。で結局レトロフリークの宣伝じゃねえかよもう。お疲れ様です。僕の昔の、テレビの上司のオメガ高井さんも来ていただきましてありがとうございます。特にオメガさん僕より3つか5つぐらい上なので、オメガさん世代は多分この白いねファミコンなんか時代じゃないかなと思いますけどね。だからやっぱり皆さんレトロゲームが勝つんですよ、最後には。そうなんですよ。レトロゲームはね、レトロフリークが最後に勝つんですよ、やっぱり。レトロゲームが勝つって言っちゃいました。レトロフリークが勝つんですよ。ちなみにこの初代のファミコンを映したい方はスーパー RF スイッチっていうのが手に入れるのすげえ難しいと思うんですけど出てるので、スーパー RF スイッチっていうのがカッターで剥いたりしなくても簡単に刺すだけでファミコンがコンポジットで映像にできるっていうのが、名前がちょっと違ったかもしれないですけど、それがあるので、
RF スイッチのスーパー RF スイッチで検索して、もらって出すか、あとはビデオデッキの入力に RF を1回入れてそこからコンポジットで出すか、はい、それかやっぱりレトロフリークを買うか。まあやっぱねめんどくさいね、めんどくさいわ。まあやっぱレトロフリークがいいね。めんどくさいですね。はい。まあ、もしかしたら結構ねアマゾンなんかで調べると変換器、多分中華製の変換器だと思いますけど、いかにも怪しい変換器が安い値段で売っていて意外と綺麗じゃんっていうのあるので、まあそれも試してみてもいいかもしれないですね。あるんですよ。コンポジを HDMI に変えるなんていうのは有名メーカーの機械買ったらすげえ高いんですけど、中華製のねコンポジを HDMI とか、もしかしたら RF スイッチを HDMI に変えるやつもあるかもしれませんけどね、まあ、そういうのもあるので、そういうのをリーズナブルな値段で買って、まあ、画質はそれなりにということで遊ぶのはいいかもしれないですね。はい、大変ですよ。はい、ということで、石田さんはやっぱり諦めたってことですね、これは。なんだよ。まあでも結局レトロフリック素晴らしいっていうことなんですよね。そうなんですよ。素晴らしいっていうことなんですよ、これ。はい、ということでこれは宣伝でしたね。見事に宣伝にやられましたね、これは。宣伝ですよ、これ。オメガさん。RF デフォルト世代だって、デフォルトでしたよね。だってこれ当然の話ですけど、ファミコン、これ石田さんの記事、これね、まあ前期後期モデルっていう言い方は良くないかもしれませんけど、これだってちょっとね違和感あるんですよ。これが任天堂さんの公式なものなのかどうか分かりませんけど、我々僕も岐阜のウォッチマンというところで買いましたけど、ここね四角いゴムでしたからね。最初はね四角のねゴム製で、押したらゴムが引っ込んでへこんじゃって引っかかって戻ってこないなんてことよくあって、それから、ファミコン自体がアップデートされて、アップデートって言ったって今みたいにオンラインがないですから、後期モデルみたいな中期モデル後期モデルと言えばいいのかな、途中でね丸いプラスチックモデルに変わったんで、これはもう本当に最初に買った時はね多分ゴムモデルの方が覚えがある方ね多いですよね、やっぱりね。本当そうですよね。初期型は四角のゴムモデルでしたからね。はい、で任天堂さん公式かどうかわかんないですけど、後に初期モデルのゴムコントローラー買った人にコントローラーを自分で丸いプラスチックモデルに変えれるよっていうキットも出てたはずなので、うちはゴムモデルからキットをね親父に頼んで丸モデルのキット丸モデルのコントローラーに変えてましたね。まあ、正規品かどうかは分かりませんけど確かねそうでしたね。懐かしいですね。売ってましたね。ようやったな。親父のゴルフ見てな、懐かしいな。信じるものはたくまさる、信じられないこの値段を自慢、ウェネウェネウェウェネウェネウェ、自信満々を自慢。そうですね、ボタンが四角じゃないですもんね。はい、ということでこちらの記事でございました。まあでもやっぱこうなんでしょう、一般向けっていうと我々がいかにもこうねマニアっていう感じですけどもね、すごいですね。 MSX 初本格派ラリー、コナミハイパーラリー、何これ知らんな。こら秋葉 PC ホットラインさん知ってる？これ何これ。これうちは MSX なかったのでこれはさすがに知らないですね。佐々木さんの記事、うわこれは知らないな。当時の広告、懐かしい広告とゲーム画面で国産 PC、歴史とノスタルジーにあふれる連載コーナー、コナミハイパーラリー、まあ国産、まあ MSX ってパソコンですからね、ゲーム機のイメージ強いですけど、はい。
うわ当時のこういう感じやったな。わかる、当時のアイドルさんが笑顔で出てきてたよね。うわこれアイドルじゃないかな、誰かわかんないですけどね。うわ中学生ちょっと大人になった子供向けっていう感じなのかな。いやすごいな。オメガさん、ウォッチマンの CM ソング作ったの俺の上司でした。そうなんだ、すごいねオメガさん。あの歌作ったの上司の方なんです。これ誰だろうね、ちょっとわかんないですね。あでもこういう感じなんだ。タイトル画面は非常にシンプルで、ここでスペース競争ゲームスタートになります。はあ、こういうのはやっぱ僕もレースゲーム好きなんで手に入れたいですね。この疑似 3D っていうのはね、やっぱりすごい当時はリアルに感じてましたもんね。このゲームは僕やったことないですけど、疑似 3D のゲームだと PC エンジンだとね、ファイナルラップツインだとか、あとメガドラだったらアイルトンセナスーパーモナコ GP2 とかね、いっぱいありました。トップビューのやつで有名なのは F1 サーカスとか、あとこの疑似 3D で言えば中島悟の F1 ヒーローとかいっぱいいろいろありましたけどね。当時はこれで興奮してやってたな。懐かしいですね。でもこれいい記事ですね。思い出のレトロゲームたち連載。うわこれいいね。無限の心臓2とか、この辺名前は聞いたことあるけどやったことないんですよね。いいですね。ウィザードリー、グラディウス、無限戦士バリスとか、テレネットの底力、いいですね。これ日本テレネットさんここでクリックしちゃおうか。いやバリス来ましたよ。ビキニアーマーの優子がいいんですよね。これいいですよ。これ MSX 版かな。パソコン版とか MSX 版僕知らないですけど、AV 時代の幕開け、ビッグキャラクター、フルグラフィックアニメーション。これ MSX 違うよね。パソコン PC88 か98じゃない。 MSX でこんなの出る？ MSX2 プラスとかかな。これ見るとMSX っぽいね。うわいやいいね。このなんかぺたんこの感じたまらんね。いや日本テレネットさんの感じやわ。で昔のアクションゲームってこのなんていうの、バイタリティって言われてるさ、自分のエネルギーが出たりとか情報が入るところが上か下で操作する画面と分かれてるんだよね。で必ずこのロゴが入ってるっていうのがね、やっぱパソコンのゲームだなっていうのはすごいよく分かりますね。あれゆうこちゃん若いですね。うわいいな。ミュージックモードもついていますよ。これがごめんなさい、この記事がどっちのモードか分かりませんけどね。アクションゲームとして遊べば MSX 版がいいんですが、ビジュアルシーンが省略されている。だからやっぱりこれはPC88 版なんですね。ビジュアルシーンが入ってるから。MSX 版は多分ここだけなんでしょうね。この記事面白いな。はい、ということで佐々木さんの記事見ていきました。面白いですね。次行きましょうか。出たバンゲリングベイいいですね。バンゲリングベイいいですね。僕ちょっとだけ見ようか。二万さんかな。これ豚まんっていうのかな、二万っていうのかな、わかんないですけど。はい。そうこのなんかドクロの絵って何なんだろうと思いながらね、必ず友達の家行ったら1本は誰かが持ってましたよね。バンゲリングベイっていうのはね。4年連続 EPP のリーダーに選出、ありがとうございます。
もう終わり。よし。まあこれしょうがないですね。これ勝手に僕もキャプチャーしてますから、これは致し方ない部分ありますよこれは。はい、よし。最近多いよね。12秒間広告見たら1日出てきませんみたいなのあるよね。あれもうちょっとうっとうしいなって思っちゃいますね。皆さん、あえて言いましょう。狂ったゲームクリエイターのスエリーさん来ていただきましたよ。すごいですよ皆さん。皆さんデッドリープリモニションというですね、ゲームのクリエイターの方なんですけどね、スエリーさんすごいですよ。もう世界で権威のあるゲーム評価サイトでですね、最高点と最低点を同時に取るというですね、この狂ったゲームクリエイターですよ。スエリーさんお疲れ様です。すごいですよ。賛否がすごいですから、だから賛否がそうなんですよ。最高点と最低点を取るという、すごいですよ本当に。スエリーさんお疲れ様です。これスエリーさんお見えになったんで、ちょっとニュース一部終わりとさせていただいて、ある評論家は満点をつけて、ある評論家は2点をつけるというね。100点満点でですよ。100点満点である評論家は100点である評論家は2点という、非常にね極端な評価が、賛否がすごいんですよね。僕はそのゲーム好きなんですけど、100点と2点というね、ファミ通だったらどうなるんだろうっていう、なかなかねすごい人なんですけどね。すごいですよ。2点でも2点はないよね。2点はないよ。せめて100点満点なら20点ですよね。はい、じゃあちょっとごめんなさい、せっかくお見えになったんで、ニュースはまた後半後でやるといたしまして、ちょっとですねこのスエリさんお見えになったので、僕からもお知らせがあります。ドグちゃんズお知らせがあります。なんと私ドグマ風見ですね、間もなく発売予定されておるですねゲームにドグちゃん登場します。生き顔。いやありがとうございます。完全に生き顔ですね。言ってますね、これは言ってますね。ありがとうございます。ほぼ行きかけました。もう見てもらいましょうか。その名も、デスゲームホテルというですね、この、賛否のある男スエリーさんの最新作となります。いやーちょっとこれはダメですね。これねちょっと今自己顕示欲が出て笑いを取りたいという顔になったんで、さっきの顔の方が良かったですね。はい、さあ、ではどんな塩梅なのか、ちょっと皆さんに、見ていただきましょう。はい、こちらですね、なんとベイ R のゲームでございます。皆さんベイ R のごめんなさい VR ナチュラルすぎたわ、ネイティブすぎたわ。 VR のゲームでございまして、音も出ます。いきます。これ皆さんもういきなり衝撃映像からいきますよ。いきなりショック映像からいきますよ。
これ見てください、ドグちゃんがいっぱいです。すごいですよ。再生します。ひどい。中古でございまして、いよいよドグちゃんがゲームの世界に入りましたよ。やったーやったー、ドグちゃんがゲームの世界に入ったー。ありがとう。見てください。やっとゲームに出れたと思ったら、この人はこういうことおい、ちょうどスエリひどい。おいやっとゲームのキャラになったと思ったら、俺手がなくなっとるやんか。すごいバイオレンスですよこれ。すごいですね。サイコガンじゃない、見たでかっこいいじゃないですかじゃないですよもう。ちなみにこのゲームは皆さん、ごめんなさい、僕が説明するのご本人お見えになるまで恐縮なんですけど、簡単に言うとそのデスゲームホテルという、名前のごとくですね、カイジのような世界観で、自分自身を賭けにして相手と賭け事で争っていくというですね VR ゲームでございます。 VR バイオレンス V 欠損血ドバドバ一元様ウェルカムゲームとなっております。ごめん、アウトレイジ、これも足しといてください。よろしくお願いいたします。すごいですよ。ちなみにV 欠損は手、耳、鼻、目、口、この辺りが欠損するそうですひどいですよこの人は本当に。で、実はこのゲームは、メタ社さんと作ってるんだ。あんまり言わないでって言われてるって、一応今日1500人ぐらい見てますけど大丈夫ですか知らないですよ。一応千何人見てるんですから。でもあんまり言わないでって僕は無責任知らないですよ。僕はもうむちゃくちゃだな本当にもう。
いや面白いな。でまあちょっとこれゲーム機が最近の、メタクエストの2とか3で動くそうなので、ちょっとVR を持ってる方しか遊べなくなってしまいますけど、でもこのセイリーさんすごいのはザ・グッドライフっていうゲームを前作られた時にここでご本人もオンラインで参加して配信させてもらったんですよ。発売日か発売日直前だったかな。康介くんとか来てやった覚えがありますけど、それの時に僕は調子に乗ってセイリーさん次のゲームも作るんでしょって次のゲーム出してくださいよって言って無理やり生放送で言って本人を出すのって言って本人なんで出してくださいよって言ったら分かったって言ってしまったので、この人はそれを律儀にちゃんと守ってドグマ風見を次回作デスゲームホテルに出してくれたんです。これ本当にセイリーさんありがとう。すごい人です。嘘つかないんです。ただ問題なのはドグちゃんできたよって個人的に最近連絡いただいたんですけど、それまで僕自身が出してって言ってたことを忘れていたっていうねセイリーさんごめん、すっかり忘れとって、そういえばいや覚えてましたよ。何を言ってるんですか、それは冗談、覚えてましたよ。それすっかりそういえば言ったなと思って、そういえば言ったなひどいって言ってます。いやまあでもね、最悪玄関マットでもいいんで出してくださいよって言ったんですけど、でもちゃんとねこれすごいのが、これプレイヤブルキャラクターというか、アバターの一人として世界中の人が僕を選べるんですよ。これすごくない？いや嬉しいよ。ゲーム実況やってきてね、古くせえ大好きなゲームを買ってきてゲームしてクソみそに言って視聴者から金をせしめ取っとるだけの俺が、お前らちょっと言い過ぎだろ、誰がおめえジジイ、俺本人含むジジイから金をせしめ取っとるだアホ、一生懸命やっとんねんこっちは、言い過ぎだろ。いやでも本当にね、ドグちゃんやっとゲーム出たかったんで、視聴者の皆さん、そしてセイリーさんありがとうございます本当に。そしてオメガさんゲーム出るまでになりました、ありがとうございます本当に。もうみんなありがとう、やっと出れたよ。もうちょっとね、もう今まで頑張ってきたね甲斐がやっぱあったなっていう。本当にごめん、ちょっと時間ちょうだい、ごめん。今15年間やってきたちょっと目頭がちょっと今熱くなって、ちょっと時間ちょうだい。本当にね、目頭がすごい熱くなって、ちょっと待ってね今。本当にね、本当に嬉しい。なんかあさってあいつダメが店におらんのかなんや示したろうと思った。はいなどありまして、皆さん本当にありがとうございます。いやありがとうございます。本当に嬉しいですよ。もうオメガさんベタだな、何言ってんですか。亡くなった志村さんがベタが一番いいっておっしゃってましたから、ベタが一番いいんですよ。そうなんです特にインターネットの人なんてそのベタが一番好きなんですから、適当にやっときゃウケるんで大丈夫ですよ適当にやっとけば、適当にやっといてもウケん時代やな。最近厳しいからなみんな。これちょっと話戻りますけど、いい見てこれこれ改めて見るとひどいゲームやなこれスエリーさんこれすごいね。これ大丈夫？これ
すげえ血出てるけど。これね、サイコガンなの俺の右腕は。すごいね。こうも出ると逆にグロくないもんね。わあすごい、中から骨がすごい、サイコ骨がすごいな。ギャー痛くなさそうやもんな。うわすごいね。平気な顔しとるもんな。いやすごい。せいりさんリアルな話していい？これこんだけ出血したら死ぬよね。こんだけ出血したら死ぬよね。これだからどうか分かりませんけど、これまあ近日発売らしいですけど、これどこが欠損するんですか？これさっきコメントいただいてたかな。手と口、耳、目が欠損する。へえ、あなた面白いな。ストーリーでそこもフォローしますよ。ああ、これじゃあ一番最後負けた時にその首をパーンってはねてもらって、キルビルみたいにもう首から血バーって出して、でその血を他の勝ったプレイヤーたちがワイングラスに入れて飲むっていう、そういう風にできん？そっちの方がいいね。そっちの方がええんちゃう？それええんちゃう？そっちの方がいいでしょ。フェイタリティってで、究極神剣フェイタリティっつってやったらいいんじゃん。で首跳ねられない時はフレンドシップで仲良くなればいいね。なんかのゲームみたいに。でもここまで見たら首跳ねられるとこ見たいよね、ちょっとね。ただ首を跳ねられるとセロとかいう問題とかが多分出てくるだろうね。まあそりゃそうやな。モータルコンバット。スエリーさん DLC でやろうか。あ、思いついた。これさ、スエリーさん複数人でやれるでしょ。でせっかくドグちゃんを追加してもらったから、これ何人でやれるの？複数人、5人6人56人でやれるでしょ。56人で例えば湯気くんとかひげおやじとか、あと隊長とか VR 全部用意しなきゃいけない。それはなんとかするにして、全員でこのゲームをやって本当に何かをかけて、大事なものをかけて誰が勝つかっていうのをやろうよ。これは面白い。これは面白そうやね。配信でやろうよそれ。絶対面白いね。実際に我々腕とかはかけられないから大切なものを持ってきてもらってでやったら面白いね。でスエリーさんも入ってもらって本当に大切なものをかけてもらって、6人でやりましょうよ。絶対おもろいなそれ。ゲーム内では命だけど実際のリアルの僕らは大事なものをかけましょうよそれ。うわそれ面白いな。で誰かに渡すと問題があるので、負けた人は視聴者プレゼントにするってのはどうですか？これだ。そう、大切なものをかけて、で、優勝した人はかけたものはプレゼントしなくてもいい。1位以外の人は視聴者プレゼントにすればいいんじゃない？それは面白いな。うわ俺何かけよう。だったら俺命より大事にしている、どうしようかな。俺命より大事にしている田代正史のプリンセスがいっぱいかけようかな。うわこれなくなったらショックやもんな。ドグマさんベンツかけましょう。ふざけんなアホ。お前ベンツかけたとして人にプレゼントする時の譲渡の手続きがめんどくさいわアホ。人にあげる時の譲渡がめんどくさいわベンツは。むちゃくちゃめんどくさいわ車なんか人にあげるのなんて。ダメだわベンツであげませんよベンツは。じゃあなんかそれやりましょうか。ベンツください。いいよ
ベンツ500万で誰かあげるわまあまあなんか物は考えましょうよ。了解了解。物は考えましょう考えましょう。いいですよ。はい。じゃあやる？オメガさん。手首欠損した時にリアルにその分に水をつけると本当に水が流れたと思うこと。まあそれか本当に切ってもいいけどね危ない危ない。本当にSM 錠を呼んでそこを薄い刃物で薄く傷つけてもらうとか、それ特殊な性癖がある人はそれで興奮しちゃうっていうのはありますけど。じゃあなんかスエリさんやりましょうか。面白そうやな全員で。ただスエちゃんっていうのはあれやけど、これドグちゃんのこのおじじ視聴者の皆様がこれね、まあ、僕を含めねこういう、汚ね白髪マンションじじばっかなんですよこれじじばっかなのよこれ。ちょっともう今からもう一回オーダー出してやろうぜみんな。なんかその感染者モードみたいなやつで弱ん風になんとかならん？スエちゃんなんとかならん？ならんかスエちゃん。なんとかこう弱ん方法ないの？感染者モードみたいなのあるやんオンラインでよく。そういうのはちょっとなんとかいやなんとかならんじゃなくてごめんなんとかしといて。はい OK 解決しました。やりましたね皆さん。なんとかしといてって言うとなんとかねなったりするんですがね。 OK です OK です。マジでこれあんの？感染者モードあるって。よっしゃじゃあ配信でやろうか。わかりました。第1回ドグマ風見のデスゲームバイオレンスアウトレイジ北野武アクション生放送近日配信予定です。今完全に SE でごまかしました。やりましょう。よっしゃ一回やろうか。面白そうやな。うわ超面白いな。ならスエリーさん面白そうやね。スタジオここでやるよりも広いスタジオを借りてもっとみんなスーツ着てそれっぽい感じの円卓作ってマルチカメラで配信やろうかね。それ面白いね。まあ、その場合ごめんホワイトアウルさん、まあ、ゲームメーカーさんホワイトアウルさんに、すいません200万用意してもらわなきゃいけないですけどねうちはちょっと制作費出せないんでセリさんの方で200万円をちょっと出してもらって。だってしょうがない。うちは出せんもんそれは出せんもんうちは。その円卓に緑色のこういうさカジノでやるディーラーさんがいるみたいなやつで、それでさ一人なんちゅうのマスターみたいな女の子可愛い女の子を置いてそうやってやったら面白いな。で一人ずつ入場してきてで本当にV が欠損はできんけど何かがマイナスになっていくみたいなやりたいね。いいですね。まあセリさんちょっと200万はちょっとセリさん丸が1000万丸4つ足らんわ。ちょっと丸が4つ足らない。まあちょっと200万は言い過ぎやけどまあ100万かな。ちょっとクロークさんにお願いすれば100万でやれますからね。200円出しますありがとう。そうね、まあちょっと皆さん分かりました、無理なくここでやりましょうスタジオって高いのよ本当に。まあでも2、30万でなんとかならんかな。知り合いのスタジオ借りてやれば2、30万でなんとかならん。まあでもめんどくせえ大変やな考えると大変やわ。
で円卓用意して人を6人用意してメタクエスト3を6個用意してオンラインつないでその感染者モードっていうパソコン1台用意してそこから出してで各みんなのマイクでカメラをオメガさん考えるだけで嫌よね。カメラを円卓やからまあ引きが天カメが1台で上下のアップ分けても最低でもカメラ3台はいるな。3台で済まんかな。引き絵で逃げで4台か。めんどくせえなめんどくせえな。生放送でカメラ割り考えてやるとめちゃくちゃ大変やわそれ。だって麻雀でもね大変なんですよ結構。200万まあでも200万は言い過ぎやけどまあ100万はかかるな。はい。スエリーさん100万円考えといて。よし。そうなんです。こうやって考えていくとね。まあでもいいんじゃない？そこまでやらなくてもうちでやれば別にいいからね。何らかやれる形でやりましょうよ。ゆうりさん200円。なんで別にみんな嬉しいんやけど別に皆さんうちのスーパーチャット200円じゃなきゃいけないってことないのでなんか200円じゃないとまずいみたいな空気ですけどスエリーさんも別に200円じゃなくてもいいんですけどいやいいんですよ200円でも嬉しくていいんですけどなんかこう200円じゃなきゃダメなのかなってことないんで全然ねご支援いただける方全然ねショッピングさんもありがとうございます。なんかね200円じゃいけないみたいなね200円じゃいけない面白いなこれは。でもスエリーさん分かりました。まあスタジオ借りるのはちょっとあれですけどやりましょうこれは。まあ我が家からやりましょうここは。200円じゃなくていいっつってんのありがとうございます。バスパルさん200ポイントありがとうございます。そうですよ。一応僕もオメガさんの下でテレビやってた時代が2年ぐらいありましたけどやっぱねオメガさんも僕もこうやってやったらどう撮ろうかなってどういうシステムにしようかなってすぐ頭が巡るんですよね。天下目の GoPro でね円卓撮るのかなとかね6人必要だったら1人ずつの表情を抜きたいけどね上下か左右でクロスで撮って分けんのかなとかね。でもやばい無理やな上下6人で丸にしたら2人222で分けてカメラ撮らなあかんからやっぱカメラ3台いるな。カメラアップ用が3台と天カメが1台と引きが1台だから3台4台5台めんどくせえなちゃんとやろうと思うと5台いりますね。いや大変や。はいなんでスエリーさん、大型番組にする場合は、200万円お願いします。そうじゃない場合はうちでこじんまりとしてやりましょうマズバルさんとレモンのイレモンさんもありがとう。スエリーさんすごいですよ。視聴者のみんながやっぱ配信やってくださいっていうことで見てくれこうやってお金くれるんですよ。ぜひ配信やってくださいって言ってすごいですよ。これを配信やってください絶対に見たいですっていうことで集まったですね基金がですね、ドグマ風見デスゲームホテル基金がですね今のところ、1500円集まりましたやったー1500円も集まったんですよ。やりましたね。1500円ですよ。やりましたね。これスタッフ1人分の昼飯代になりましたからありがたいことなんですよこれは。そうですよ。わかりました。まあ大型でやりたいですけどね仕方ないですねこれはね。円卓面倒だよ確かに。横並びならカメラ台数確かに横並びだと減りますもんね。円卓だと位置的にどうしてもね。ただ円卓でやると雰囲気出るんですよね。スエリーさんこじんまりでモスバーガー買っていくから全然いいんですけどここに6人入らんぞ。12でしょ34で隣の部屋に2人かな6人。まあでもいいのかここで比喩し寝転がればいいわ。 VR やからね
で VR の映像と感染者モードの映像とこのスタジオの映像を入れたら面白いね。スタジオの映像ここで VR つけてわーわー言っとんの面白いな。こんな狭い部屋でやってんねやみたいな。一人寝転がっとるぞみたいなね。まあ狭い部屋でやるのも面白いかもしれないですね。別にお金かける必要もなかったりするんでね。まあでもいいな、スタジオで円卓でやるっていうのは夢だな。はい、ということでございまして、もう一度、かけさせてもらいます。よいしょ。改めてこちらです。ででん。ということでございまして、デスゲームホテルドグマ風見も参戦近日発売予定です。ありがとうございます。でこれがこのメタクエスト2、3がないと遊べない、VR のゲームですけど、これが売り上げを上げたら、これスエリーさん次回作はこれ RPG 作ってもらって、その主人公俺ねだってこれが売れたら僕のせいで、僕のおかげでしょこれね。やったよこれ。そうしましょう。スエリーさんに RPG 短めの RPG 作ってもらって、主人公僕にしてもらいましょう。ついに主役ですよこれ。今回ねアバターで僕の見た目なのもありがたいですけど、それはそうです、それはそうだ、それはこの人会社の社長ですから、言ったら大丈夫です。売り上げさえ立てば。ちなみにもし作って、場合はあなたたちが1人10本買ってくださいね。お願いしますね。はい、ということで、デスゲームホテルのお知らせでございました。でも感無量やな。嬉しいね。最近缶詰、木野屋さんと缶詰コラボしてもねいただいたり、こうやってゲームに出してもらったりとかって嬉しいねやっぱり。セイリーさん RPG スクールでいいですか。RPG スクールでもいいから、ちゃんとゲームクリエイターが作った RPG スクールやってみたいねめんどくさいよ多分めちゃくちゃプロのゲームクリエイターが作った RPG スクールのゲームやってみたいよね。めちゃくちゃ大変だと思うよね、ちゃんと作るとね。RPG スクールスーパーファミコン版でやりましょうよ。でも容量の制限があるからね、ターボファイル買った方がいいですよ。RPG むしろめんどくさそうっつって。はい、ということでございまして、デスゲームホテルぜひ発売、セイリーさん発売日は決まってないのかな。さあスーパーファミコンの RPG 作るでしょ。発売日はもう少しなんだ。なるほど、まだじゃあ言えないんだな。了解です。発売日はもう少しと、いうことで、ございまして、デスゲームホテル皆さん、近日発売予定でございます。おそらく僕の予想ですが、今年中には出ますちゃんと今年には出してよ、頼みますよ。今年には出してよ本当に。もうちょっと夏ぐらいまでには出るんじゃないのね。
カミングスーン。ざっくりやな。もごもご言うてるんで、今年のどこかには出るんでしょうね。夏以降なのかな。ゲームって大変ですからね。はい。ぜひよろしくお願いします。さあでは、時間迫ってきましたけど後半いきましょうか。ちょっと告知させてもらいましたけども後半いきましょう。バンゲリングベイの後でしたね。もうこういうさ PC ウォッチインプレス e スポーツ部女子レトロゲーム班っていうのありますけど、なんでドグちゃんはこういうのを入れてくれんのよねえ。この奥村趣味なんて読むのこれ。こういうことめくんずほぐれつなんでこういうのはドグちゃんはないの。なんでないのドグちゃんは。キャリアは長いのに。もうかわいいな。皆さんこんにちは、奥村趣味です。ロックマンクラシックスコレクションに収録されるシリーズ2作目ロックマン2ドクターワイルドの謎をプレイします。あらかわいいですね。なるほど、いいですね思いっきり広告やなと。いいと思います。素晴らしいですね。でも e スポーツ部って女の子ようやってるよね。やってるよね。いやめちゃくちゃやってるよね。マスエリさん発売思ったより早いかも。了解です。じゃあもう夏前ぐらいに出るのかな。楽しみですね。 e スポーツ部みたいな形でレトロゲームも一部やられてる方多いので、本当にね今回そのレトロゲームニュースっていう枠でやらせてもらってますけど、タイトルでやらせてもらってますけど、レトロゲームって検索してニュース検索でこれぐらい出るので、本当にレトロゲーム好きな方って多い。レトロゲームっていう市場が今もあるって言っても過言じゃないかもしれないですね。ここさっき見たのに近いところもありますけどね。あと声優の鈴村健一さんがレトロゲーム音楽の愛を語る番組。なんでドグちゃんこういうのやれんねん。おいおいまた怒り出した。畜生。もっとレトロゲーム界のエースとして世の中に出てかなあかんな。くそ。毎日新聞さんでも特集されてますよ。毎日新聞というとあれだね、橋本知事さんがちょっとごめんこれうまくキャプチャーできんな。橋本さんが大阪市の市長やってる時によう毎日新聞の人となんか対決しとったイメージがあるな。絶戦を繰り広げとったよね。はい。でもやっぱさっきのところに近いと思いますけどね、やっぱりね。みんなで、会員になってみましょうね。それはやっぱりね、毎日新聞の有料記事ちゃんと入りましょうよ。1ヶ月99円で読み放題なんですから。俺はやっぱり読まんとあかんですよみんなそれはいい大事なことですよ。商売ですから。もうよしはいいいじゃないですかね。商売ですもん。当たり前ですもん。何をタダで見ようとしてるんだ君たちは。何をタダで見ようとしてんだよ。新聞記事はね、だってもともと新聞記事って新聞買わないと読めないですから。そりゃそうです。それだけの価値があるのか、それは分かんないです。なぜゲームにラジコンや歌番組の応募券が今では考えられないレトロゲームの付属。これ面白そう。リアルサウンドさんや。リアルサウンドさんでいっつも YouTuber の記事ばっかよねもうリアルサウンドでおめえ YouTuber の記事ばっか出てくんなーっていっつも思うね。なんでまたリアルサウンドかよっつって YouTuber の記事出てこんでええねんっつって
この方見たことあるな。MCU のゲーム浴場8丁目、これ見たことあるな。はい。キック・ザ・カンクルーノさんですね。すごいですね。ゲームグッズ古今東西エアーフォートレスに同封されていた。これ俺知らないな。そんなのあるんだ。そう。ラジコンプレゼントキャンペーンの応募券が一緒に入っていた。へえ。ラジコンもらえたら嬉しいだろうと応募券があった。これ知らないな俺。エアーフォートレスってゲームが知らないもんね。へえ。来ました。皆さん言いましょう。中島薫なめてーよ。知らない方、スエリーさん、そして、オメガさん、元祖最遊記スーパーモンキー大冒険スペース隠しメッセージで検索してみてください。さあなめてーよ。知らない方もねぜひね、このタイトルとはいスペース、これヤフー検索すると危ないのが出てきますからね。はいスペース隠しメッセージで、見てみてください。なめてーよ。すごいですね。僕なめたくないですね。僕は遠慮しときます。はい、僕はなめたくないですね。もうね金の温床ですからダメです。なめたらちゃんときれいにしないといけないですからね。そんなこと話すあれじゃないですけどもね。はい、なめちゃいけないですね。はい、清潔な場合のみかです。さあ温床ですよ、あんなもん。そうです、金の温床。女子の皆さん監督不行き届きですよ本当に。さあこれ、説明書なんかもっとぶっ飛んでいて、説明書の最後のページに4大特典に関する記述がある。これもいわゆるキャンペーン、プレゼントキャンペーンに何が当たるかというと、1つ目は日本テレビ系歌のトップ10、12.1 2月分の入場券がついて知らんかった。マジそうなんだ。歌のトップ10の入場券ついてたんだって。へえ、すごいね。であとテレホンカード、さらには、確かこれって早く解けた人になんかプレゼントもあったんだよね。このゲームを早く解いてエンディング画面を写真撮って送るとなんかもらえるみたいな確かあったはずなんですけどね。で2つ目オリジナルテレホンカードはまあうなずける。3つ目本作のゲーム体験をもとにオリジナル劇画を募集という項目がそんなのあったんだ。オリジナル劇画を送ったら優勝者には CD ダブルラジカセ豪華景品を贈呈。はあ、確かね、これ天竺親子ファミコンゲーム駅伝大会、これ参加するんやったかな。早解きした人に何か当たるっていうのが確かあったはずです。ごめんなさい、それが写真を撮って送るのか大会中に早解きすればもらえるのかちょっと忘れましたけど、確かねなんかそれはこのこと言ってるんじゃないかなと思いますけどもね。で今回の元の記事と関係ないんですけど、やっぱここに入れてほしかったのが、隠しメッセージが卑猥なめてよ。これやっぱ入れてほしかったですね。これやっぱりちょっとね、この米印で知る人ぞ知る隠しメッセージが卑猥、みんなで、隠しメッセージを見てみよう、これぐらい入れてほしかったですね。これやっぱこのゲーム知ってる人はやっぱそこが好きなんですから、言ってほしいですね。そこはね、〇〇ちゃん〇〇ちゃん好きってそこまでいいですけどね、隠しメッセージが、有名だぐらいはちょっと入れてほしかったですね。はい、でごめんなさい、あんまり良くないな、指摘良くないなと思いますけど、さっきからところどころでね、てめえだよてめえとかね、ソープランド行きやがってって書いてる人いますけど、それ違うゲームですからね。それ間違われているのかわざとやってるのか分かんないですけど、ソープランド行きやがってそのまま会社来やがってっていうのと、てめえだよてめえっていうのはそれエリカとサトルの夢冒険の方なんで、それ間違えないようにお願いしますね。
で一応エリカとサトルの夢冒険のナムコットさんの名誉のためにも言っておきますけど、なめてようとは違いますから、そこだけお願いしますね。はい、お間違いないようにお願いしますね。はい、一応やっぱ伝えとかないとそこはね。よし、言いましょう。わざと言ってるのかもしれないですけど子供向けのゲームなのにバカ野郎って自分の開発会社の同僚の悪口が書いてあるっていうね。開発の〇〇てめえだよてめえ、ソープランド行きやがってそのまま会社来るんじゃねえよとかって言っとる。子供向けのゲームにそんな隠しメッセージ入れとくなよ。もうむちゃくちゃやな、もう本当にひどいですよ。本当むちゃくちゃですよ。もうまあ検索したら出てくるし、僕も前やったので、もう一回忘れかけてる皆さんのためにやりましょうか。エリカとサトルの夢冒険生隠しメッセージ出現生放送、いいですよ。さらには元祖西遊記スーパーモンキー大冒険生隠しメッセージ生出現生放送、生3回言いましたよ。改めてやりましょうか。じゃあ近日やりましょう。生隠しメッセージ出現生放送、生をとにかく入れていきます。はい、生ビール飲みながらいきましょうね。さあ、次、彼女はなぜマインドシーカーを取ったのか。いいですね。マインドシーカーやってる女の子か。へえ。お、ゲームショップトップボーイってあったよね。オリジナルのカセットケース、そんなのあった。ファミコンのショップが作っている同じオリジナルのケースってあったよね。ファミコンカセット入れるとか本体も入れれるみたいなのファミコンランドとかでもあったかもしれんな。いいですよこれね。掛布のジャンプ天国スピード地獄のね反則として、配布された下敷き、これ今ねめちゃくちゃ出てて1000円ぐらいで買えるんですよ。ただ掛布のジャンプ天国スピード地獄の攻略本、この攻略本が5000円以上しとるという狂った世の中です。クソだらけがよ。で高えねん攻略本がよ。ちなみに攻略本当時380円です。まあ仕方ないですけどね。当然前も言いましたけどファミコンソフトよりも攻略本の方が数少ないので、しかも書籍なのでね、どうしてもだんだんボロボロになってて数がなくなっていくってなると値段が上がってくるんですよね。そうよ。もうこの前だから俺たけしの挑戦状クリアまでやったでしょ。あれ攻略本上巻下巻揃えましたけど、あれ結構いい値段しましたからね。一冊だいたいね上巻が3000円ぐらい、下巻がね4000円ぐらいしてましたよ。攻略本だけで7000円ですよ。でソフトはフリマピックに借りたんでいいんですけど、そうよ本当にマイケル・ジャクソン・ムーンウォーカーなんて4900円の時代に買っといた、2900円ってかな、安値の時代に買っといたんでよかったですけど、今やろうと思ったら2万か2、3万するからね。そうですよ本当に。バイオハザード外伝は8000円、マーシーのプリンセスがいっぱいカセットのみでも4500円、箱説付きだと2万円だからもうね、みんなにこれ文句言っちゃいけないですけど、みんなから僕お金もらって配信しているので感謝これしたいなっていう気持ちはもちろんありますし、いつも感謝させてもらってるんですけど、これから僕もみんなに感謝をするので、レトロゲーム生配信したら僕も視聴者の皆さんに感謝して感動で泣くので、視聴者の皆さんも貴重なものが見れとるっていうことで泣くんだ。お互い泣こう。もうね懐かしいなとかねへーって言っちゃいけない。君たちももう泣くんだよ。こんな貴重なものを見せてくれてありがとうございますって言われながらあかん。君らもお互いのためなんですよ。そうだ感動の押し売りだなのは。お互いに涙しながらやろ
まあもう鼻くそほじりながら何馬娘見ながらやっとんねんアホ何を馬娘をソファーに寝転がって足組んでのび太くんみたいにしてやっとんねん。何言っとんねん。泣くんだ。おうお疲れ、西村博之の太鼓持ちひげおやじ。今日オメガさんお見えになるよ。ほらお疲れ。ケースで思い出したゲームボーイソフトのケースは、ジャストコンドームが2個収まる。どうでもいいんですよ別に聞きたくないですよ。別に聞きたくないし、オメガさんがコンドーム使ってるんやって想像するのも嫌ですよやめてくださいよもう。なんかちょっと元上司の人がなんかそういうことやっとるなと思うとちょっとなんか嫌です確かにでもゲームボーイのカードリッジってコンドームのサイズにちょうどいいかもしれない。はい、ということでレトロゲーム大変高値になっておりますが、今日面白かったですね。あとはあと一つぐらい見て時間が、今日23時までなんでいきましょうか。いいですねこれ。二万さん、スペランカーもグーニーズも意外に知らない。実は2が出ていた。これ視聴者の皆さんも僕もスペランカーもグーニーズも、2あんの当たり前じゃないっていうのが、これがやっぱオタクの悪いところなんですね意外に知らないっていうかめちゃくちゃ知ってますけどって思っちゃうっていうのは、これがオタクのね、早口でね拒否をしたくなる、これオタクなんですね。こんなの当たり前の話でしょうがよ、これまで言いますからやっぱり。僕箱説付き持ってますからね。何を言ってるんですかって思っちゃう、これがねオタクなんで、僕も自分自身オタクだと思わなきゃいけないし、皆さんもオタクだっていうね、このやっぱ自覚を持ってください。そうです。はい、もうこれはもう読まなくてもいいですから、これはね3人選べます。はい、探検家とね魔術師とエスパー選べますから、これはもういいですよ。面白いゲームですよこれ。これ穴に落ちるとね閻魔大王に会いますから、もう言わんでもいいですよ。まあこれは知ってますけど、これいいとこついてますね。 TOH ゴーストバスターズも2があります。ファミコンね、それは結構マニアックですね。これね PC エンジン菅の木、これはね知らない人意外といるかもしれないですね。これ確か PC エンジンそうオリジナルなんだよね。オリジナルでね2があるんですよ、源平島までのね。これは意外ともちろん知ってる人は僕も知ってますけどね。最後はビッグモードしかないんですよね。ビッグモードのみのゲームで、最後はね義経、頼朝がなんていうの、この公家が持ってる棒ですげえ叩いてくるんですよね。これラスボスで僕ねゲームがフリーズして泣いたことでもおなじみですけどね。そうこれ面白かったですよね。でグーニーズ2に関しては一番最後に人魚助けるんですけど、人魚がすっぱだかでちょっとドキドキするっていうねいいですよ。ほいでブーメラン取って吊り橋行くんですけど、吊り橋に出てくる骸骨みたいなやつがブーメランを食べちゃって、いっつも吊り橋より先に行けなくて腹が立ってやめるっていう、これ大体のちびっこがそうでしたから。で 3D ダンジョンが出て坊さんが座っているので、とりあえずトンカチで頭を叩くと痛い、何をするって言われてどこに行っていいかわからない。これがねグーニーズ2なんですね。コナミマンを叩くと二度と回復してくれないので叩くのはやめましょう何でも答えれるな俺。何でも答えれるけど、俺の話ってグーニーズ2を詳しく知ってる人しか喜べないっていうのはこれ良くないですね。はい、ということで、おめえこれひげおやじが言うみたいにおめえゴーストバスターズ2とかねえゼビウスガンプの謎とかそういうの書いとけよ。スパルタン X2 とかね、なんでそういうの書いとかないんですかこれ。俺に記事書かせろよダメだ、俺が記事を書くとオタクになってしまうから一般の方々がわからない。一般の方々が楽しめない良くない記事になりますねこれは。はい、
ということでございまして、今日はレトロゲームのニュースを皆さんで見てまいりました。ありがとうございました。ありがとうございます。面白かったですね。意外となんかこうみんなで懐かしの話なのに今のニュースとして取り上げてくれるというのが見ててやっぱ面白かったですね。はい。なんかまたみんなも Google でレトロゲームとかファミコンとか、好きなゲームでもいいですけど検索するとね結構ニュース出てくるので、古いゲームってこんな風に今特集されてるんだとか、よくあるのが何十周年、例えばドラゴンクエスト発売30周年40周年、スーパーマリオもね40周年迎えて今度は45周年50周年とかになっていくので、ちょっと前に任天堂さんがやられたのがファミコン40周年で、今もやってるかな、ファミコン統一クイズみたいなのやってたりとかされてらっしゃるので、また多分ファミコン45周年とか50周年他レトロゲームタイトル周年記念で動きがあると思うのでね、そういうのは調べてなんかレトロゲーム界隈皆さんね盛り上げてほしいですよね。調べてみてツイートするだけとかね、店舗に買いに行くだけでもその一端を担うということになると思いますので、はい、ぜひぜひ皆さん一緒にレトロゲームを、楽しんでいきたいなと思います。ありがとうございます。レモンのレモンさん500ポイントありがとうございます。さあ先に告知して、視聴者の皆さんのコメントを読みましょう。こちらすいませんだ。皆さんそんな古臭いゲームをやっているドグマ風見のドグチューブ、そしてニコニコチャンネルのチャンネル登録6万人達成記念、ただいま3週にわたりやらせていただいております。ということで今週の土日は3週目最終週でございます。プレイするゲームはこちら。まずは土曜日20日、てけでん、耳をつんざく高音タレントゲーム5番勝負最終週、世紀末悪魔の逆襲クリアまでやってまいります。これね、先週の日曜日がですね、田代正史さんのプリンセスがいっぱいやりましたけどもね、こちら見事クリアしましたけども、くしくもですね、エピックソニーさんの作品が連続で続くというですね、皆さんの脳細胞は大丈夫なのか、このつんざく高音、皆さんの海馬前頭葉は無事なのか、そして閣下は一体エンディングどうなるのか、僕も知りません。だいたいこのゲーム一面やって嫌になってやめます。それを今回クリアまでやりますので、どうなるかぜひご期待ください。なぜソニーさん、音楽で素晴らしいソニーミュージックがあるソニーさんなのに音楽がひどいんでしょうか。なぜなんでしょう。ファミコンのソニーさんにはかなり苦しめられました。そして21日日曜日最終日はこちら、タレントゲーム5番勝負最終日、 PC エンジン加トちゃんケンちゃんオールクリア目指します。はい、未だかつて私クリアしたことございません。過去にですね、僕がスペシャル放送をやっている時の裏企画で僕が寝ている間に、友達のゆげくんという方がこのゲームクリアしたということはありましたけどもね、僕寝てたんでエンディングも見てないので、やはりしっかり最初からクリアしなければならないと思いますから、はい、皆さん大好き、ハドソンソフト、こちらのゲームでございますので、おそらくは美しいハドソングリーン、またはハドソンブルー、そして、あえて言いましょう、志村と加藤の
例の顔、これをずっと見るゲームですからやっぱね、志村さんと加藤さんのね、こう切れたドット絵がいいですよね。キレキレのドット絵をずっと見るゲームですから、はい、ぜひ楽しみにしてください。はい、まあ、内容はハドソンさんお得意のだいたい似たような面をずっとやるというねまあ、モンスターランドワンダーボーイ風のゲームでございますけども、こちらぜひご期待ください。ということで、日曜日加藤じゃんけんちゃん、土曜日ごめんなさい、世紀末悪魔の逆襲、チャンネル登録6万人達成記念タレントゲーム5番勝負プラスアルファ、皆さん最後までご期待ください。ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。初日のたけしの挑戦状、そしてマイケル・ジャクソンムーンウォーカー、田代正史のプリンセスがいっぱい3本今まで、バイオハザード外伝もねプラスアルファということでやりましたけど、今まで4本やりましたが、4本ともちゃんと実機でクリアまでやっておりますので、はい、今週の土曜日日曜日も世紀末悪魔の逆襲、さらに加藤ちゃんけんちゃんももちろんレトロフリークポリメガを使わずに実機でやります。大丈夫かな大丈夫か、まあ、ちょっと RF 出力はさすがにあれなんで、ニューファミコンがあるんで、まあ、ニューファミコンと PC エンジンの、せっかくなんで持ってきましょうか。はい、ニューファミコンと、しっかり PC エンジンも用意してありますので、はい、まあでもやっぱドグちゃんただのゲーム実況者と違うなっていうところは、ちゃんとお任せください。そこはね、ただのPC エンジン持ってきたって面白くないですからね。はい、まあうちの配信ではおなじみかもしれませんけど、しっかりと PC エンジンのですねスーパーグラフィックスを使ってやりますからね。皆さんこれ使ったら加トちゃんケンちゃんがですねむちゃくちゃ綺麗な気がします。いや、いいですね。これスーパーグラフィックスすごいですよ。うちのねメイン PC ですから、はい、こうタラバガニのようなビジュアルいいでしょこれ。はい、これちなみにスーパーグラフィックスすごいのが、これね中身ねこの辺しかなくてね、この外プラスチックですなんでこのデザインなのかが、なんかエンジンのピストンとかエンジンのデザインにしたそうですけどね、これがちょっとピストンっぽい感じなんでしょうけどね、 V6 の、まあ、V6 か直録か知りませんけど、はい、まあ、残念ながら PC エンジンスーパーグラフィックスの対応ソフトが5本だっけ6本だっけしか出てないんですよね。なんでまあ無駄にでかいというだけなんですけども、もちろん普通のヒューカードも遊べますので、はい、で一応言っときますけど、普通の PC エンジンと同じですでもこっちでやった方がいいじゃないですか。綺麗に見える気がするんでいいんですよ。そうです、いいんです、いいんです、いいんです。水平対向いいね。ポルシェかなスバルかなっつって本当に同じなんですけど、だから今週末加トちゃんケンちゃんやるときは他の加トちゃんケンちゃん配信より綺麗ですねって言って、分かった、分かった、はい、はい、一応スーパーグラフィックスの名誉のために言っときますけど、中身は同じじゃないですからね。こっちの方が性能は高いんですけど、これに対応するヒューカードのゲームが、6本だか何本しか出てないので、普通の対応じゃないゲームを遊んでもまあグラフィックは同じということなだけですから、はい、ただ性能は高いです、はい、高いですけどはい、戦術の通り残念なハードです、はい、こちらでやりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。もったいないね本当に。対応ソフトがいっぱい出りゃよかったんだけどね、残念です。そうです、はい、ということで、今日はこれでおしまい。
この後会員限定をやります。ちょっと会員限定酒飲み配信をやりますので、久しぶりにちょっと最近やれてなかったので、皆さんのコメントをまた読みながらいろいろやろうかなと思います。あとゴールデンウィークのちょっと企画をこの後の会員限定メンバー限定でやるので、そちらで何にしようかなっていうのを決めますので、会員の方また非会員の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。あ、ごめん、もう一個、告知ばっかや、ごめん、もう一個、これ皆さん、ドグナマスプリンググッズ、ちょっと T シャツ、真ん中のドグちゃんT シャツがまだ若干数あるんでお願いします。すいません、真ん中のドグちゃんグッズが、ドグちゃんグッズちゃうわ、ドグちゃん T シャツが、若干数まだ、ありますので、若干数っていうのはだいたいみんな分かってください。このドグちゃんT シャツの方ですね、ぜひお買い求めいただきたい。なんとかならんやろうか。1つ買った人はもう1つ、2つ買った人はもう3つ、こうなんとか買っていただきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。特にこれです。はい、お願いいたします。これで今日ね、サブリミナルみたいに後ろにね、こう出してあるんですよね、これが。そうです。これおしゃれだと思うんですけどね。これおしゃれだと思うんですけど、一番売れてないんですよね。一番売れてないって言ってもらったこっちはやっぱりちょっと機動戦士感があるんで、前回ちょっと池田秀一さんっぽいモデル出したんで、割とお揃いで買うっていうのはあると思うんですけど、なかなかねちょっと好き好きが出てしまったのかもしれませんけど、このドグちゃん T シャツの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ちなみにこの話出たんで、こうやって並べるといいでしょう。こうやって並べるといいでしょう。あ、いいですね、これ。こうやって並べるとちょっと欲しくなる。あ、いいですね、本当に。こうなるとやっぱ量産型のやつ欲しいなちょっとこれ過去に量産っぽいの出しましたけどね、これちょっと量産の黒緑が欲しくなりますね、これね。白緑は出したんですよ。で黒緑も過去に出したことあるんですが、黒緑はあれなんですよ、スウェットでやっぱ出したんで、この T シャツのやっぱ緑欲しいよね。そうね、確かにいいね。でもあんまりやると怒られるよね。だってこれ角ついとるしね、これ角付きなんですよね。はい、わかりました。じゃあ皆さんご好評いただける、もう今ごめんなさい、こっちの黒はちょっと売ってないんですけども、はい、こっちの、これ通称岐阜の白い小悪魔と言われてますので、岐阜の白い小悪魔モデルの方も、いや勝手に動いた今、これがタッチ判定になってるんだ。これあかんな。はい、ぜひぜひこちらの方も、発売中でございますので、よろしくお願いいたします。そして、一世を風靡しましたゲーム実況をなめてるんですか。こうやってやっとるとうちなんか本当に T シャツ屋さんみたいねゲーム実況なめてるんですか T シャツも、ごめんなさい、これも発売しておりませんけども、ご好評いただきましたので、大変ね皆さんにご好評いただいたので、ちょっとねまたちょっと一つこのラインナップでなんとかお買い求めいただけると。悩まれてる方は必ずね後から言われるんですよ。もう売ってないんですかって言われるんですよね。いやもうだいぶ言ったけどなーっていうのがありますけど、まあいろいろ事情もあるでしょうからね。はい、ぜひこのドグちゃん T シャツ、白い小悪魔T シャツ、さらに受注のこちらT シャツ買うぞ T 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 シャツ買うぞ T
T シャツ買うぞ T シャツ買うぞ T シャツ買うぞあれ T シャツあれ T シャツ買うぞ T シャツあれなれへんこうか T シャツ買うぞ T シャツ買うぞあれなれへん大事なとこでなれへんあこれやなった T シャツ買うぞあれなれへん T シャツ買うぞ T シャツなんでなれへん大事なとこでなんやねんだからこうかでこうでこうかやしくん壊れたよ機械の選定ミスあなた T シャツ買うぞ 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 T シャツ買うぞ皆さんモニターから離れてください皆さん、今、イニシエーション中です T シャツ買うぞ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 これちょっと面白いなここだけ抜けとんの面白いな T シャツ買うぞ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 はい皆さんぜひよろしくお願いいたしますこれやばいねこれちょっとスエリーさん1枚買ってオメガさん1枚買ってヒゲウェジ50枚買って今度はもう知り合いにあげるんじゃなくて買わせましょうはい皆さん YouTube の方はですねなんと不幸なことに YouTube の皆さん下今ご覧になっている放送の下見るとですね Shopify というところから直接サイトに飛ぶことができます不幸なことに便利になりましたね下を見てください YouTube の皆さんニコニコの皆さんは運営コメントから言ってみてくださいよろしくお願いします不幸なあなた、ぜひぜひよろしくお願いしますはい気持ち悪いこれなんか洋的だな上野武さんまでぐにょぐにょになっとるもんねこれ面白いんですよこれ思わずやっちゃうんだよねあれはいということでございましててけてんまだまだ発売しておりますのでよろしくお願いいたしますイニシエーション T シャツは受注締め切りが、今週日曜日までとなっておりますのではいイニシエーション T シャツ欲しい方お急ぎくださいということで T シャツの告知でしたはい。今地震があったみたいですね。大丈夫ですかね皆さん。今まあごめんなさいコメントの情報なので皆さん、テレビや、ネットでも信じれるようなサイトとかねラジオでしっかりとした情報を得て、はい、命を守る行動をよろしくお願いいたします。東京は大丈夫そうですけどもね、こういう時ちょっとねデマじゃなくとも間違った情報が出てしまうこともあるので、はい皆さんお気をつけください。東京は大丈夫ですけどね、どちらですかね今ちょっと情報がないですけどもね。なるほど。四国の方大丈夫かな。四国や九州の方々本当にみんなドグ生こんなしょうもない配信見てて怪我でもしたら損ですからすぐに切って情報収集して適切な行動なさってくださいませ。はい、直接地震もそうですけどね、その後津波の、がある地域にお住まいの方とかもね本当気をつけてくださいね。いいですよもちろんもううちの配信なんか切って自分のことの方が大事ですから気をつけてねみんな。そうよ。
はい、愛媛の方みたいですけどもね、お気をつけください。本当に多いからね、地震が。気をつけてね。大丈夫？愛媛の方の方々。一応地震あったりするとこうやってなんかね、放送を見てて精神的に一人じゃないって安心するっていうのはあると思いますけどね。一応やっぱ情報は自分でちょっと調べて、受け売りのことではなくて、ネットでもさっき言ったみたいに信用できるサイトを見るとか、テレビやラジオで適切な情報を得て適切な行動をなさってくださいませ。はい。津波の心配はなさそうというのも情報ありますのでね、お気をつけください。それと落ち着くまで、じゃあそちらの地域での方々もお見えになるみたいなので、落ち着くまでちょっと延長しましょうか。ねえ、本当に日本は災害が多い、特に地震が多い国ですからね。昔東日本大震災の時は、僕15万円で買ったベンツのボコボコのめちゃくちゃ壊れている、サスペンションが壊れている A クラスっていうのに乗ってましたけど、それこそオメガさんと一緒にそのベンツでいろいろ行ってましたけどね、現場の下見とか。その車に乗っとってミッションが滑る車で、ほんとこんな15万円でもう事故車やろうっていうベンツの白い A クラス乗ってましたけど、信号待ちしてて、今日の俺のベンツはさすがおかしいな、サスペンション壊れとるとは思っとるけど、まあ揺れるなと思って走ってたんですけど、思いっきり地震でしたね。で気持ち悪くなっちゃって、やっぱさすがおかしいと、地震で揺れてるのか自分の車の調子が悪いのかがわからないっていうのが、それがね、僕名古屋にいたんですけど、名古屋で揺れを感じたのが覚えてますね。名古屋とか東海地方はそんなに揺れなかったんですけど、そんなに揺れなかったって言ってもそこそこは揺れたんですけどね。そういうのありましたね。運転中だと分かりにくいんですよ。走ってても揺れてるのかな、さすが調子悪いのかなっていうことで走れないことないぐらい、名古屋はそういう感じでしたけどもね。確かで、その次の日に、秋か冬のスペシャル放送、夏だっけ、なんか分かんないですけど、スペシャル放送をやる、春か、スペシャル放送をやるって言ってたんですよ。でもあまりにも被害が大きかったので、当時のニコニコって、何時間、いい時間帯ってお金かかってたんですよね、生放送するのって。で前のもう1週間ぐらい前から全部で1万円か1万5千円ぐらいかけて予約してたんですよ、予約枠ってやつを。今はもうお金いらないですけど、で予約枠を1万円ぐらいかけて24時間ぐらい取ってたんですけど、あんまりやっぱ被害が大きいんで、そんなことやっとる場合でもないだろうということで、取りやめにさせてもらったんですけど、ただ放送枠取ってたので、ただ単純に何も真っ黒い画面が流れるというのもどうなのかなということで、当時確かね、緊急時のニュースとかは、確かキャプチャーをして流してもいいみたいな規約が確かあったんだよね、ニコニコで。で緊急時テレビ見れない、ネットだけ見れるっていう人もいるので、そういう方のために確か放送をキャプチャーしてみんな配信しよったんですよね。ニコニコでみんなやってたんですよね、見れない方のためにって。それが今思うとそういうお触れが出てたかどうかっていうのもわからないですけど、正しい情報かどうかわかんないですけど、当時はそれみんなやってて、僕も高い値段出した予約枠を使って、なんかどっかのテレビのミラーをやらしてもらってっていうのをやってた気がするな、丸1日。しょうがないもんねそれね。
ニコニコがフジテレビとか NHK を公式で流してたのをキャプチャーしてたんだったかな、ちょっと覚えてないですけどね、そういうのやってましたね。でその東日本大震災あった1週間後か2週間後ちょっと覚えてないですけどにまあちょっと僕の気持ち的には安っぽい気持ちなのかもしれないですけどね、今思うとそのなんやろう、みんなが元気になってほしいとか、被災された地域の方たちは見れない方多いと思うんですけど、周りの人もねそういうニュースばっか見てると辛いっていうのがあったので、スペシャル放送をやるって言って1週間後か2週間後に改めてもう胸を張ってスペシャル放送をやって、で集まったお金寄付させてもらったんやなかったかな確か、放送上で言ったかどうか忘れましたけど、それで今でも覚えているのがその1週間後か2週間後にエイヤーでスペシャル放送やったんですけど、かなりねクレームはねいただいたんですよ。そんなことやってる場合じゃねえだろうって、バカなことをやるなとか、そんなん別に僕なんか何万人も集めるような放送じゃないうちでも要するに不謹慎だっていうのしいっぱい集まってきていろいろ叩かれたんですけど、でもねコメントにねほんと5人か10人ぐらいだと思いますけど、やっとなんかネットのインフラがつながってその被災したものですけどドグマさんがいつも通りに配信をしているので安心しましたっていうコメントとか、家にやっと1週間経って帰ってネットが復活したのでやっと見てちょっと安心しますみたいなのが、5人か10人ぐらいお見えになって、それだけでもやってよかったなっていうのは覚えてますけどね。それがやったことが正しいかどうかっていうのは今でも僕は分かんないですけどね。なんかそんなのあったね。懐かしいね。多分まだでもギフトとかなかったから集まったお金寄付じゃなくて自分で寄付したんやったかな、ちょっとそこまで覚えてないですけど、ニコニコでまだギフトとかなかったんじゃなかったかな確か。ごめんなさい話それましたけど、東日本大震災の時はそういうことやってましたね。懐かしいって言っちゃいけませんけど、もうでもねだいぶ時間経ちましたもんね本当に。また本当にでも喉元過ぎればっていう言葉もありますけど、備えを忘れちゃうから人って。東日本大震災とかね大きい地震その後もありましたけど、時間経つと大丈夫だろうっていう気になりますから、みんな備えだけしといてね本当に。防災グッズ買うとか水買っとくっていうだけでもねないよりいいと思いますからね。忘れてっちゃうと思うので、ぜひ備えは忘れないようにしていただきたいなと思います。さあ、じゃあ地震ちょっと落ち着いたかな。コメント読んで終わりましょうか。23時半から会員限定いきます。じゃあコメント読みます。何でも書いてください。コメントどうぞ。何でも読みますよ。読みますよ。何でも読みますよって言って出たのがのりくん好き、好き好きピヨピヨ、しょうもねえことしかないんでもう質問に答えるのはやめます。くだらねえことしか来てないんでやめます。まともなの来ましたかね。JJ レートかっこいい、かっこいいですね確かにね。ケムコのトップレーサーコレクションなるもの、本当にケムコさんトップレーサーやろうかな。こうやって風船膨らましてこうやってやるやつよね。だったよね。皆さん今回の T シャツ買った分T シャツ届きました。ありがとうございます。
この後ろにある2枚の T シャツだけ買われた方は先に届くので、受注分含めちゃうと受注と一緒に届くのでちょっと後になっちゃいますけどね。山猫さんありがとうございます。ドグマさん、次のアーカイブ何を再生すればいいですか？何でもいいです。何でもいいです。あ、皆さんではありがとう。いい薬です。皆さんちょっとね、もうひげおやじとかいないかもしれませんけど、もう今までチャンネル登録増えなかったのが嘘のようですよ。世の中的に見たら100万人だ何百万人だっていう中は少ないかもしれませんけども、あの4万人台でもう何年も伸び悩んでいたうちが、そうです、もう6万6900、奇跡的にこれもある意味6級ですよ。皆さん目標の6万9000人間もなくです。本当に今ってチャンネル登録増えない世の中なんですけど、急に増えたんですよね。いつも言ってますけど、ブラジルのチャンネル登録者の方が1万5000人近づいております。これだからこれからはポルトガル語に注視しながら、日本語ポルトガル語、日本ブラジル連合でやっていきましょう。ブラジルのみなさん、しまってへが出てます。失礼しました。ちょっとブラジルのみなさでちょっとアナルに力が入ってへが出てしまいました。失礼しました。ということで皆さん、6万9000人記念同級生か同級生2をやります。最近は1日平均400人ぐらい、そんなに増えてない。1日200人ぐらい、大体計算すると1日今ね、こんなもん上がったり下がったりするんで、100人の時もあれば200人ちょっとの時もあると思いますけど、平均200人なので、平均200人ってことは月に6000人に行くわけですよ。200人ずっと増えればね、毎日月に6000人ってことは、まあもうすぐ5月だとしましょう。56789101112、今年あと8ヶ月あるんですよね。8ヶ月なので6波、このままいくと今年あと4万8000人増えるっていう計算になるんですよ。このままいけばね。なので、このままいけばですよ、ここに4万8000足したらよいしょー。ちなみにあくまでドグマ調べなので、言っておきます。多分どっかで失速するんで、そんなに簡単じゃねえ。そりゃそうよ。そんなのどっかでバブルは止まるんですよ。そんな簡単じゃねえよ、そんなの。そりゃね、そんな簡単じゃないですよ。みんなが悩んどるわけですから。そうです、はい、まあでも前から言ってますけど、もう10万人絶対行くっていうふうには思うと良くないので、1万人ずつ行きましょう。
なんで次は、1万人、なので次は7万、7万ないし6万9千、その後は8万、そしてその後9万、そして最後に100万、これでいきたいと思いますので、皆さんこれからもよろしくお願いいたします。そしてこの後メンバーシップ会員限定ございますので、メンバーさらにはニコニコの有料会員支援の方も賜りますようよろしくお願いします。毛量ということでございまして、今日はこれでおしまい。コメントいただいた皆さんありがとう。この後ちょっと遅くなっちゃいましたけど、メンバーシップ限定放送をします。いやー、やっぱりね、たっぷりやってるんで元気いいですね。たっぷりやってるんでってなんやねん。たっぷりやってるっていうのは、そのたっぷりと陽明酒をやってますから、それはやってますから、元気いっぱいですよこれ。おい、野女さん1000ポイントありがとう。 Thank you thank you。 そして、ハイドラールさんメンバーシップギフト、ズボズボズボットさんメンバーありがとう、ギフト当たったのはソンスンソンさん、レモンのイレモンさん当たりました。よし、もう一声欲しいな。もう一声欲しいな。もう一声もよろしくお願いいたします。もう一声欲しいな。もうちょっと待ったろ。もう一声やな。よし。今日でもなんだかんだ言って、結構1000人ぐらい見てたんだね。ありがとう。途中まで1000人以上いたっぽいね。ありがとうございます。この後会員限定放送やらせてもらいます。おい。ニコニコはそのままで会員の方結構です。YouTube はこちらにご移動ください。バスバルさんありがとうございます。佐藤さんに当たりました。こういう時にメンバーシップギフトをいただけるっていうのは本当嬉しいことなんで感謝します。ありがとうございます。この時にメンバーシップギフトを投げて、オメガさんとかヒゲオヤジとかスエリーさんに当たったら面白いよね。そう簡単にはいかんか。で、あと1個謝罪。今年のゴールデンウィークちょっと日の巡り合わせが悪くて、配信がね4日間ぐらいしかやれないんですよ。で、毎年毎年、ここ2年ぐらいですけど、新女神転生1、2やってきて、今年は新女神転生イフだって言ってましたけど、ごめん、今年はちょっとね新女神転生イフやりたかったんですけど、準備がなかなかできないと日が足らないというのがあるので、今年のゴールデンウィークは新女神転生以外のゲームをやらせていただきます。で、また新女神転生イフはしっかりと時間を取って企画を練って、やりたいと思いますので、そちらもまたご期待ください。なのでゴールデンウィークこの後皆さんで何のゲームやるか決めますので、会員限定の方もよろしくお願いします。すいません。ありがとうございます。バスバルさんからも1件いただきました。ありがとう。シャトさん、千原さんからも1件いただきました。みゆき T さんに当たりました。あとですね、ミントさんからもいただきました。バニッシュさんに当たりました。ありがとうございます。よかったら当たった方1名様だけで結構です。他に、メンバーシップギフトの輪を広げていただけると、はい、これがネズミ講のように広がっていきますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。ギフトもありがとうございます。竹安さんから300ポイントいただきました。ありがとうございます。すいません、ちょっと新女神転生イフはね、イフかペルソナの1やりたかったんですけど、ちょっと企画を5万人6万人達成企画とか他もいろいろありまして、なかなかやれなくて申し訳ない。
はい、ぜひネズミ講ならぬフェレット講って言ってますけど、はい、あとドグマ風見町会議は、両日とも出ますので、こちらの方も楽しみにしておってください。27、28ゲーム実況者大集合というブース、2日連続おりますので、はい、1日中おりますので、よかったらニコニコ町会議幕張メッセの方にもお越しください。ステージ出てる時間以外、であれば、サインだろうが写真だろうが、ビンタだろうが金玉もぎ取りだろうが何でも対応しますので、ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。女性の場合は無料、男性の場合は有料、こうなっておりますのでお願いいたします。それじゃあ今日は終わり。コメントみんなありがとう。この後は会員限定放送でお会いしましょう。あ、会員が固定されてなかった。もう一回固定します。はい。ちょっと遅くなっちゃってごめんね。もう12時からになっちゃった。失礼します。深夜の面言ということでお許しください。はい、メンバー限定放送今、貼りましたんでご移動ください。よろしくお願いいたします。それでは今日はこれでおしまい。この後のメンバー限定会員限定放送、そしてチャンネル登録6万人記念世紀末悪魔の逆襲加トちゃんケンちゃんでお会いしましょう。グッズもよろしくね。それでは皆さん、さよならさよならさよなら。面言に移動してください。ニコニコの会員はそのままで結構です。Baby, nice car.